飛べショーン。10じゃない。10。おー、成功です。やりました。こことここよ。いや、足じゃないですかね。こことここ。膝ですよ、そうですね。はい。では岡栗ションはその素晴らしい跳躍で部屋7の窓にガッと掴んで、そのまま体を部屋7の中に滑り込ませました。お、ガシャ部屋7ですね。開いてる。はい。おショーンショーン。ショーン何かあるかショーン。そこは寝室ですね。ダブルベッドと書き物机があります。ダブル誰かが住んでいたよな。どうしますか、2人は。はいはい。JB の探検グッズの中にロープがあれば。なんでみんな玄関から入るの？怪しい。確かに俺のオカルトシックスセンスが怪しいんだ。一応まあいいや。まあいいや、じゃあ窓見つけてね、入っちゃったもんだから。JB のロープを岡栗ショーンさんに渡して。投擲でうまく。あ、そう、投擲あります。おテレオ投擲。テレオね。テレオ投擲はね。あの窓のところに投げてくれ。はい。テレオ投擲30ありますからね。74。ペレオー。ペレ通ったロープは点で見当違いの方に。何やってんだ。すまねえ JB。俺の力勘弁してくれ。力がない。計画変更だ。俺は2階にいるぞ、おい。ペレをそっちに送ろうと思ったんだが、しょうがない。予定を変更してペレオと俺で玄関から入る。ショーン、そこで待っていてくれ。待ってればいいんだな。ちょうどベッドがある。休んでおこおう、休んでてくれ。う。では、JB は玄関のドアを開けようとしますか？ああ、大丈夫か。オープンズ。なんだよ。聞き耳とかいらないか？俺聞き耳持ってねえんだよ。おう。聞く耳持たねえからさ。ね。俺。持ってねえや。どういうことだ？でもペレオ、聞いてみ。聞き耳で。扉に耳を澄ませば。じゃあ頭おかしい。一応聞き耳やっていいですか？どうぞ。いいよ。聞き耳は70。お、 70。そう振ってるから70。やるね。はい。 14。ぶねー。大失敗ではないですね。ペレオ、が何も聞こえませんでした。あ勘弁してくれよ、ペレオ。ーじゃあ JB 触ってくれ。しょうがない。オープンザドア。では、ガコン。ドアを開けようとその扉に触れた途端、 JB は怪物が口を開き獲物を取り込もうとしているかのような錯覚を起こす。3チェックです。なんだ今のは。あ33成功なので正気では失いませんでした。あ、まあよくいる怪物だよな。ああ、ちょっとびっくりしたが大丈夫だ。よくいる怪物だよな。ああ、任務とかで散々見たよ。ゴーストバスターだからね。そうだね、さすが。ということで何事もなく扉を開け中に入りました。お邪魔。さあ、今岡栗旬2階の2人が、1階入り口にいますが、いるぞ。はい。岡栗旬は何か行動を起こしますか？川口俊はベッドで寝てる。まあ待ってると。では2人はどうしますか？部屋を一つずつ調べて探索していくか。じじゃあ2つ。合流はしない。待って。休んでるからね。待って。どっちでもいいよ。いや、どうする？このまま普通に階段降りるか、俺は。普通に。そうショーン、そっちはどうだい？普通だ。そうか。ショーン、部屋を一個一個ずつ調べてってくれないか。わかった。別々でいいよいいよ。別行動で行きます別行動で。別行動で俺とペレオはコンビになって1階の部屋を探索する。俺のリスク半端なくないか。ショーンなら大丈夫だ。いけるよ。お前がそういうのだな。でお前はは歴戦の戦士だろ。先に、2人の方、よっしゃレオと JB から、はい、どうするか決めましょう。何しますか？参りますか。参りましょう。ペレオ、まずは玄関入って左利きなんで左から。あ、そういう決め方。どうですああ、いいですよ。左利きだったんだ。はい部屋1。では部屋1に入りますと、はいそこは物置部屋ですね。いろいろな箱や古びた水槽、錆びた、工具が転がっている。そしておー部屋の右側には棚があります。汚い部屋だぜ。かなジャパニーズは散らかしがお好きなようで。目星で。目星で。はいどうぞ。もう太陽見んなよ。太陽ないからもう大丈夫だよ JB 任して。ほこりが入るとかじゃねえからな。ほい24。成功。おー、えでは、棚に板が張ってあって封印されていることが分かりますね。なるほど。どうする JB。開けよっか。
封印されてるのはちょっと怖えな。とりあえず何か他を探してみるか。そうだな。ではその部屋何もせずに2人は出るぞ。こいつ探検してきたんじゃねえのかよ。なんか探検心を煽られてるから封印解こうぜ。でもそれオカルトチェック的な何か無理ですかね。じゃあ俺のシックスセンスに任せて。開けないことには分ああ、なるほど。しょうがない開けるか。開けるか。うん、開けよオープンザドア。板を壊すと。じゃあ何らかの攻撃を仕掛けてください。う。なるほど。どうしますか？拳銃ですね。拳銃ですか？ペレオ拳あるけど。まあとりあえず撃たせてくれ。あ、そう。打ちたいんだな。したいね。とりあえず打ちたい。じゃあ、拳銃成功するかどうか。打ってくれ。よーし下がってろ。撃つぜ。ボンボンボン。16だから成功。一発撃ったと。板に 1D10 のダメージ。突然銃声音が聞こえたおかぐりどうしますか？1階からベッドから跳ね起きるね。なんだこの音は。JB 戦闘か。じゃあとにかく板はじゃあまあ壊れたことにしますが、中の大事な本が撃たれてないか幸運でロールしてください。今大事なって言ってたよ。だから拳って言ったのに。とりあえず撃つのはやめよう。大丈夫だ大丈夫だ。俺のラックに任せろ。ラックいくらだお前。ラック40。低いなあ。失敗した。JB。はい、ペレオも幸運悪いんで一応。でもなペレオも撃ったの JB だからな。諦めろ。俺は撃ったんだ。そうだね、こういうのは。ではやっちまったものはしょうがない。バカ野郎が。板を外すと、はいまあ、中に古びた本を発見します。おう銃弾のそして後だ。どうやら一冊だけすごい他と比べても古い何やら怪しげな本があると。ただその本は背表紙から中に向かって銃弾で貫通されておりますが、やっちままあ、このったぜ。本はどうやら何か、ちょっと他と比べても異様であることがわかりますね。なんか雰囲気があるな。でも撃ったからなんかやっつけたんじゃない。この異様な雰囲気。そんなことない。さあないどうしますか？まあ手に取ってはみたいけどな。手に取りますか？お前がな。じゃあ一応占い師でもあるし、はい。占ってくれ。この本。ペレオは手に取りますよ。はい。はいで中を開くと英語で書かれています。英語。 You can do it。どういうこお前はできる。お前できると。読むなら英語かあるいは JB のイギリス出身なので JB の母国語で振って成功すれば中身を読むことが。 JB、英語が書いてあるんだよ。任せろ。頼む。なるほどなるほどなるほど。36成功。 This is book。これは本です。そしてアンドダイアリーということがわかりますね。古びた日記。はいはいはい。そして、これを読むなら1時間かかります。投げ。あ読み込むならなるほど中身についてじゃどうしますか？あそれ JB はこれを解読しててくれよ。マジかよ。お前が読んでほしいんだけどね。読めないやつを。読めの JB 力ない。じゃあちょっと俺は読み漁ってるよ。ペレオ福岡出身やけん読めんばってん。いきなり母国語使う。読んどってくれんね。わかったばい。じゃあ、しばらくの間 JB はこの部屋1で、この発見した打ち抜かれた日記を読むと読めねえなところどころ。となってるかもしれないですね。ちょっと抜けてるな。じゃあその間に、ショーン銃声を聞いたショーン、はいどうしますか？あ、俺か。おう。何やつ。お、下か。お、パタンツカ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 ツ。どうなったどうなった降りんの？ペレオ。ショーンあ、合流した。こ部屋一でこで合流した。合流はい。ショーンどうした降りたんだね。銃声が聞こえたから飛んできたよ。JB が日記打ち抜いちまったんだよ。 JB。何やってんだ JB。 JB はダメだ。集中力ありすぎだろ JB。すごい無視してお前読んでる。急にか。いやもう JB すごい読んでる。急にか。 JB 今解読してるから、あいつがやってじないと俺たちゃあは。他の部屋に行かんね。いやもうお前。じゃあさっき知り合ったばかりの2人は謎の共同戦線を張って部屋1を出てどこに向かいますか？おー、
向かいの部屋とかどう？近いしね。うん。そんなんだ。部屋4に行くと。部屋4に行きます。はい。では部屋4に行きますと、今ですね。古びたソファー、椅子などがあります。はあ、なるほど。さあどうしますか？以上？うん。カビ臭いな。人の住んでる気配は？今のところない。ない。はい目星。はい目星。はい目星。はい。いやね鳥目ぼ。目星。はい成功。成功。65。成功したペンギンはよく見ると壁が汚れている。ペンキをぶちまけたような模様で赤黒く染まっています。アイデアロールどうぞ。アイデアロール？アイデアロール。このアイデア数字。ほうほうほう。 80あるからね。結構ね、余裕のよっちゃうんですよ。はい56。よっしゃ成功してしまったペレオはこのシミはおそらく結婚であることがわかります。おびただしい血の量に気が遠くなったペレオは3チェックです。できた。3チほら来た。どれだ？1成功したので小気度喪失はない。血は慣れてるですねね。血を見慣れてるっていうことです。じゃあ結婚を発見したペレオどんな感じでいいんですか？血も涙もおー、死んだのかな誰か。何？余裕。死んだ？それどういうことだ？ほらこれ見ろよ。これ結婚だよ。私にはさっぱり。分かったら3チェックしなきゃいけないからすごいとぼけてる。お前が言うのはそうなんだろうな。本当に血かな？私にはさっぱりなの。お前が言うのはそういうの。この部屋ではそれぐらいしか分かんないですね。なるほど。じゃあ出るか。じゃあ次どこ向かいますか？そうだな。ここでこの隣の部屋に行くとなんか血の裏側に行くということになるのか？なんかそういうの怖くない？なるほど。ということは1個飛ばして6。 4を出て4を出ます。で6に向かう。 6に向かう。はい、ではそこはキッチンですね。キッチン。リビング、ダイニング、キッチン。冷蔵庫電子レンジがあるが電気が通っていないので使えないといった感じですが、どうしますか？電子レンジの中は覗きたくないな。目星。とりあえず目星。私が目星。目星頼む。目星。よし43成功。目星俺たちが目星だ日記読んでろ日記。こっから声が聞こえた。見えているのか。運命共同思い体だからねが通じたところで、ネズミの死体を発見します。ほどうらも様子がおかしい。なんだ。血を抜かれたように干からびている。そして死体は真新しい。ほう、最近の死体が。ということは誰かがここに侵入しているということが。チャキ。構えたはい。ということが分かったぐらいですかね。ほう。といったところで今もう30分経ったという一部屋ちょっと。はいはいはい。こうなるとこうなってくるとこう間が気になってくるところでござるな。あれ口調が。これはいかんわけにはいかんばってん。ね、ござそうろ。2人が向かうと。 5番に行くばってん。はい、部屋行くバッテン、食堂ですね。食堂？第2ただ洋館だからね。なるほど。テーブル椅子が散乱してます。目星。調べ尽くす。よかった2人でして目星あってね。目星兄弟かあ失敗。75。何やってるんだ。ごめんショ何もーン。わからない。ショーンごめん。いやでもショーンも振ってくれよちょっと。任せろ。俺だけじゃわかんねえよ。今日の目星どうなる？チャキ。構えながら抜くの頼む。居合目星。目星。目星だ。お31。目星俺たちが目星だ日記読め日記。ちゃんと読んでんのか。はい、ということで、食堂ではテーブルに引っ掛け傷を発見する。猫か何か。そして誰かがしがみついたかのようにしてできた傷ですね、これは。成功した岡栗旬、聞き耳をどうぞ。え？どうぞ。君を。強制ですよ、強制。聞き耳をどうぞ。はい聞き耳に関し私は25初期値で振るしかないですね。初期値。いい度胸だ。ショーンどうした？何が聞こえるのか？チャキ。構えないと聞けないのか。つばなりが聞こえる。99つばなりに耳立てすぎ
耳元でこうチャキって致命的失敗いや耳元といでうことでチャキテーブルのひっかき傷を発見したわけですが、うんそのテーブルからスッと男の顔が出てきますね。